毎週どのぐらい働くかって考えると、コンサルが最大80時間みたいな。投資銀行は普通に行くから VP のメールを5分内に返事しないと怒られる。仕事する量が似たようだとしてもストレス感が半端ない。大きい案件を扱うとわけわかんないフィーをもらえるわけ。入社して1ヶ月内にどのエグジットになるのか決まっちゃうわけ。ぶっちゃけ投資銀行のデイトゥデイの仕事ってできるやん。確かにそこ決定的に違うよね。投資銀行を目指してる人って共通なところは金目当て。投資銀行は投資をしてません。地頭はコンサルの方が平均的には極端に真逆だね。だったら投資銀行行った方がいいと思う。本当に勉強になったよ。今日はオフレコ戦略会議のコホストであるトニーが実は BCG でコンサルタントをやった後ですね、 JP モルガンのニューヨークオフィスの M&A チーム投資銀行で働いていたということで、今日は外資コンサルと、投資銀行外資金融ですねっていうの違いっていうのを実際に両方経験したトニーからオフレコでいろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日もベイン東京出身の涼介と BCG シカゴ出身のトニーでお届けします。まず最初に、コンサルも割と個人的には激務だと思ったんだけど、やっぱ投資銀行の方がさらに激務っていう噂も聞くし、実際友達もそう言ってるけど、その辺のリアル話をどんだけ違うのかちょっと聞きたいわ。いや俺もさ元コンサルだから、いやもうタフな仕事は慣れてるから楽勝っしょみたいな感じで、実際面接でもそういうのをアピールして、入社したんだけど、いやーレベチだねあ、そう全く違う。毎週どのぐらい実際アワーズ的に働くかって考えると、コンサルが60アワープラマ、10か20かぐらいだよね。そうね、最大80時間みたいな。投資銀行はベースラインを10時間ぐらい足す。でベースラインが多分70で、そこからプラマ、プラマじゃないプラス30下振れはしないと。そう100普通に行くから。金曜日の夜6時から翌日土曜日のランチタイムまでがプロテクテッドタイム。他はもう全部フェアゲーム。実際どんな感じだったかというと、 BP のメールを5分内に返事しないと怒られる。だから常に見てないといけない。それが朝3時でも返事しないといけないっていう非現実的なエクスペクテーションを持つ人もいる。これはBP によるけどね。だから本当にalways onっていう感じだね。だから実際その仕事する量が似たようだとしてもストレス感が半端ない。例えば俺の場合コンサルの頃もよくジム行ってたわけ。でも1時間ぐらい、30分ぐらい普通にジム行けるじゃん。バンキングの場合はパソコンと携帯両方常に見ながらセット中のレスティングタイムにそのメールとか返信したりしててレスティングできてないね。そうレスティングできてないし、しかもそのジム行けるタイミングがもう1時とか夜の終わってないけど、ね、終わってないか、そっか、また帰るんだもん。そうで1時一人で自分のマンションのジムでパソコンをつけてカタカタしながらダンベルセットやってたりしてその非人道的な観点でちょっと面白い、当時は面白くなかったんだけど面白い話があって土曜日の病院の予約を取ってわざとでその待機室で待ってたんだけど、報告してる VP から連絡が来て、ちょっとトニー君この分析、15分ぐらいしかかからないんでちょっとパパってやってくれるって言われて、いやちょっと俺今病院なんですけどちょっとパソコン持ってないですって言われて、マジでって反問されてって、いや1ヶ月前からずっと言いましたよ。だから2日前も来ますって再度リマインドしたわけ。正直ぶっちゃけ思ったのが15分ぐらいかかるんだったら自分でやりなさいって思うよそうだよねいやちょっとどうにか今できないみたいな感じで、またプッシュされて、携帯で待機室でエクセルをめっちゃズームインしながら携帯でやったの。コンサル基本的には土日は確保されるから、よっぽど忙しいケースじゃない限りは月金で詰め込んで、土日は休んで、日曜の午後ぐらいからかな、ちょっと仕事するみたいな感じだから、土日インベージョンはだいぶ話が違うよね。あと激務のイメージもあるし、めっちゃ報酬も高いってイメージもあるじゃん。それもコンサルもいわゆるねいい稼ぎって思われてるけど、またネクストレベルだと思うんだけど、その辺もちょっとね数値が欲しいです。 JP の1年目ってどんぐらいもらえるの？今多分ベース8万とかと思うんだけど、意外とそんなもんなんだ。ベースがね
ボーナス入れたら 100% と仮定して16万ってなるんで、コンサルって10万ベースでボーナスがなんか 1,2 万ぐらいの水準だからさ、40% ぐらい高いコンサルより。バンキングは基本アナリストで入って、でアソシエイトになって、アナリストからアソシエイトになるまで3年ぐらいあるかな。MBP はその給料って結構決まってるじゃん。ファームによって差があんまりないけど、ゴールドマン・サックス、JP モルガン、そのモルガン・スタンレーみたいなこういう三大バルジブラッケットバンクは互いに出るけど、エリートブティークみたいなもうちょっと小さい投資銀行の場合はほぼ倍の給料もらえる。そうなの？バルジブラッケットよりバルジブラッケットの方は低い。ああ、こっちの方が高いの？こっちの方が高い。へえ。そう。例えば JP モルガンの現在のアソシエイトのベースサラリーが18万ぐらい。それが 100% ボーナス出たら36万ドルになる。で、それは JP モルガンで、そのエリートブティークのいい年はアソからもう50万稼げる。だから、もしアソシエイト、アナリストで3年後、アソになった場合、22歳卒業して25歳にアソになるわけじゃん。それ、25歳で40万ドル稼げる。世界がそのエリートブティークの世界。毎年ペイがいいわけではないっていうのがコンサルとだいぶ違って、コンサルってその自分の階級プラスパフォーマンスのボーナスで決まるわけじゃん。でも、会社が潰れない限り給料が出てくるわけだ。投資銀行の場合、ベースコンペンセーションの 100% ぐらいのボーナスが出るのがなんか一般的で、いい年はもう150とかそれ以上も行く場合もある。でも、なんかもう完全にマーケットがダメだったら、ボーナスゼロっていうのも可能なんで、そうなると、そのベースコンペンセーションは実際コンサルよりも低い。で、全然コンサルより稼げないかもしれない。そもそもなんでそんな稼げんの？いろんな理由があるけど、まず非常に激務だからそんな払わないとやめちゃうっていうところが単純にあって、コンサルは意外とサステイナブルです。でもビジネスモデル的にいくと、やっぱ投資銀行ってそのサクセスフィーモデル、その成功報酬モデルなんで、大きい案件を扱うともうわけわかんないフィーをもらえるわけ。例えばそのディールが、100ビリオン級のディールです。でそのディールのサイズのパーセントをもらうわけじゃん。これはフィクション、これは仮の数字だけど、100ビリオンの 0.5% フィーって500ミリオンじゃん、の1ディールで。でその多分そのディールにスタッフィングされてる人ってジュニア 2,3 人ぐらいなんだよね。だからその 2,3 人とそのVP とマネージングディレクターのチームで500ミリオンを稼げたわけ。それは儲かるでしょ。悪越したら一人ね100ミリオン稼いでるからね。確かにそこ決定的に違うよね。コンサルってやっぱその時間を売ってるビジネスモデルだから、要はこの人の1時間とか1日とか1ヶ月がこの金額ですよ、はいって言ってチャージしてるから、その全然ね稼げる絶対額が確かにどうしても違っちゃう、いつも視聴ありがとうございます。みんなが見てくれてることがマジで僕らはこれを続けてる源泉になってます。皆さんの期待をちょっとでも超えていける動画をこれからも出していきたいと思いますので、もっとこういう動画を見ていきたいなって思ってくれる人は登録を今のうちにしてもらえるとめっちゃ喜びます。お願いします。であと選考プロセス、入る人も入るインタビュープロセスもだいぶ違うじゃん。コンサルはいわゆるフェルミ推定、ケース面接、グループディスカッションがありますと、投資銀行はどういうプロセスで入っていくの？インタビューの内容とかどう違うの？まずね、コンサルよりフィット感がもっと大事。ぶっちゃけ投資銀行のデイトゥデイの仕事って誰でもできるやつ。本当に専門知識がないとできない部分とかあったりするんだけど、やり方を一回覚えられればそれを無限リピートしてるからさ、一回もらえばいいやつだから、最低限の地頭があってで努力すれば誰でもできるのが投資銀行の面接過程と、あと実際の仕事。だから逆に地頭はコンサルの方が平均的には100倍いい。地頭この人ともうエアポートテストじゃなくて毎日、朝2時まで
一緒に仕事して楽しいのかっていうのがフィット感大事さと、あとグリッド、粘り強さ、この人体力どんだけあるのかっていうだから実際体育系とか体育系多いね、確かに。そうアメリカでもD1 のスポーツの人とか言ってるもんね。そうで、あと結局こういう人たちがソーシャルスキルが高いじゃん、結局ロングランで見てもクライアントデベロップメントが大事なんで、そういうセールスの人との関係を構築ちゃんとできる人がプロモーションされていくので、だからフィットを非常に見る。それはでもその仕事に対するフィット、それともその例えばカンパニーカルチャーに対するフィット、カンパニーカルチャーだね。あとチームカルチャー。そのカンパニーの例えば JP モルガンのコンシューマーチームとインダストリアルチームはもうカルチャーが完全に違う。それは私はコンシューマー行きたいですって言ったら JP モルガンのカルチャーに合うのが大事じゃなくて JP モルガンコンシューマーチームのカルチャーに合わないといけない。確かにチームサイズちっちゃいもんね。それぞれのそのコンサルって要はファーム全体でスタッフィングされるから、この人ダメでもこっちでやればいいやねけど、そうはいかないもんね。コンサルの場合、本選考プロセスに入ったらもう面接4回ぐらいで終わりじゃん。それ全部ケース面接で、俺多分 JP モルガンに入るために JP モルガンの M&A チームとコーヒーチャット多分15回20回ぐらいしたかな。だからこいつのバイブスがどうなのかっていうのを実際見られる。基本投資銀行を目指してる人って共通なところは金目当てなんだよね。それはベースラインだから、なんで投資銀行に入りたいですかって聞かれて、金って言ったら、それはアウトだね。いや、それはアウトだね。それはダメなんだ。そう、金以外の何かしらの理由をちゃんと言える人が欲しい。それトニーなんて言ったの？これは定番なんだけど、投資銀行の仕事って M&A、CEO のキャリアの多分一番大事なディッションなんだね。その人のキャリアを全て合わせてこの瞬間が一番大事なんで、その大事な瞬間のアドバイジングをしていきたいっていう話で、なんかちょっと意識高そうな感じでだってコンサルの仕事もちろんすごいハイプロフィールな決断はあるけど、基本的にこの会社を買うべきですか買わないべきですかってレコメンデーションは出さないじゃん。でも投資銀行の方は実際買った方がいいっすよ。で買うんだったら値段はこれにしなさいみたいな感じのアドバイスしていくわけだから、意思決定に直接的に関与するところがちょっと違う。なるほどね。で今度辞めた今入る時の話だけど、辞めた後の話もしたくて、コンサルのエグジットって結構割と幅広く、ね、テック行ったり P 行ったりなんちゃら行ったりってすごい幅広いと思うけど、投資銀行はどんな感じ？どういうとこに行く人が多い？まず人気なのは P です。しかも面白いのがさ、アメリカの場合、入社して1ヶ月内にどのエグジットになるのか決まっちゃうわけ。なんでPE ファームが1ヶ月目のアナリストをターゲットして面接を行う。そうだからアメリカの大学の卒業生は JP モルガンに入社しました。でも卒業から入社の間に PE ファームとネットワーキングかつ面接プレップをしておかないといけない。なぜかというとトレーニング中に PE の面接シーズンが始まる。で内定をもらって、でも2ヶ月目には自分がどこに行くかもう分かってるわけ、2年後に。で入社条件としてこのバンクで2年間成功的に働いてその後入社できますっていうオファーが出てくるので、自分の、運命が入社して2ヶ月内にもう決まっちゃう。そんな青互いが起きてるんだ。だからインベストのバンカーになってもないのに、もう次のステップを考えないと P バイサイドの有名なファームに行けない。なんかもう22の時でその26ぐらいまではもう全て決定してるってことだよね。だから大学生になった18歳からその22歳の間、自分の20代後半までの人生が決まるっていうのが、そのエリート IB バンカー、アメリカの IB バンカーのティピカルなキャリアだな。コンサルって全く違うじゃん。コンサルはね、何をしたいかわからない人が大体入っていくから、なんか22歳の時に6年後どこに行きますなんて答えて、それが正解になる人多分ね、1割いたらいい方みたいな。誰もなんか何したくて分かんないから来てるモラトリアム人材が多いからね。そうだね。だから結構そういう意味では極端に真逆だね、そこは。もう18歳の頃から俺は投資家になりたいですっていう考えで、もう大学からもう投資の本とかコースの授業とか取って、で IB に入って、でそもそも IB は他の家庭であって自分は PE に行きたいっていう心を持った生徒たちが成功する世界だな。投資銀行って仕事の内容が結構専門的な部分があるから、その専門知識を生かしたエグジットパスが割と多い方で、だからコンサルと違って本当に
いろんなパスがあるわけではない、限られてる、でもそもそもそれを目標として入った人が投資銀行に入ってるから問題はないんだけど、まあその枠としてそのバイサイドっていう枠があって、投資銀行って基本的にその仲介会社じゃん、投資はしてない。投資銀行は投資をしてません。皆さんこれ大事です。でも投資をしたいっていう意識がある人が多くて、で投資側に行くっていうのがバイサイドに行く。でバイサイドの下には、VC、グロースエクイティ、プライベートエクイティ、ヘッジファンド、こういういろんなアセットを買う業界があって、一番その中でも頻繁に行くのはそのプライベートエクイティの方が多いね。でこういう投資枠があります。で一方でこの投資枠って、VC を除いて結構ハードなんで、バンキングよりストレスが高いっていう説もあって、そういうハイキャリアはもう求めてないですって言ったら、逆に Fortune 500カンパニーのその大企業の、M&A チームに入社して、もうちょっとワークライフバランスを求めて、で自分がパッションのある業界で戦略的な M&A 案件をサポートしていきたいっていう人たちがそっちの方にエグジットする場合も多い。じゃあ大きくその、バイサイドの方に行くか、コーポレートファイナンス。ってことね。で結構今違いをさ、その投資銀行 IB の話とコンサルで来てたけど、どういう人が IB 投資銀行向いてて、どういう人がコンサル向いてるのかって、両方経験したトーニーからちょっと教えてほしい。投資銀行から始めると、まず自分の英語ではノースターっていうんだけど、自分が最終的に目標してるのが稼ぎなのかによって、金稼ぎたかったら投資銀行行った方がいいと思う。ショートタームのロングタームのそっちの方が儲かるので、あとエグジットパスも全部儲かるようなキャリアパスなんだよね。だから、その儲かるための、最短のパスではあります。と2番目はワークライフバランスとか、もう全然気にしてない人だったらぜひ挑戦してほしい。でも、他に自分はもうちょっとバランス感がいい20代を過ごしたいなって思う人は投資銀行に入ったら苦労すると思うね。3つ目はやっぱその20代で専門知識を得たいっていう人は、投資銀行に入ると会計、金融、いろんな分野の知識を取得することができるので、20代終わったら 30になって俺って何知ってるんだろうっていう疑問は絶対ファイナンス、特に投資銀行だと、そういう疑問はなくなるね。で一方でコンサルの方は自分がまだ何をやりたいのか分かってない人はコンサルみたいな新卒でできる仕事ってないと思う。いろんな業界も見れるし、いろんなプロジェクトタイプも経験できるし、経験を蓄積しながら、金を稼ぎながら、自分が本当に何をやりたいのかっていうのをディスカバリーができるっていうところとしては、コンサル以上の職場はないと思う。ないね。1個目の性質のおかげで、できるコンサルの長所は、知的好奇心が豊富な人ってコンサルってマジ天国かもしれない。前のエピソードでも言ったけど、コンサルで成功する人ってルーキーの人としてプロソルの変態って呼んでたんだけど、本当になんかコンプレックスな問題、ビジネス問題を解決するのが好きで、常に新しい業界、新しいトピックのプロソルをしたい人はもう日々の仕事が楽しく感じるので、その知的好奇心っていうのは IB ではあまり満たされないかもしれないから、コンサル以上の仕事は多分ないと思うね。で3つ目は、コンサルは自分が何も知らないトピックに対して超短期間でどうにかして結果物を出すスキルセットは、これはバンキングのスキルと全く違うスキルセットで、専門知識はもちろん蓄積されないかもしれない。特にジュニアな頃はね。ただし常に毎回プロジェクトが変わるたびに新しい業界、新しい問題が出てくるので、それを2ヶ月内にどうにかしてほしいっていうクライアントの要求に対してで解決していくわけじゃん。でそれについて自分は今後もどのような問題も自分が解決できるっていう自信と解決できるためのプロセスを取得して卒業できるんで、そこは非常に強いスキルセットだから、そういうスキルセットが欲しい人はコンサルの方を目指した方がいいかな。俺も大学マスターオブファイナンスでやったからなんか両方の道があったけど、今まさにトニーが言ってくれたみたいに、俺はやっぱお金よりも知的好奇心が強かったし、なんかその後のことまだ分かんないって言ってもうちょっと時間が欲しかった。でとにかくいろんなことをやりたかったって、もう本当に全てが当てはまってやっぱこっちじゃなくてこっちやなって選んで、やっぱ今それハッピーだし、なんかそれこそ投資銀行の友達の経験の話を聞いてると、いやそっち行ってたら多分俺つらかっただろうなと思うから、なんかすごい分かるわ今の3つの。ちなみにトニーはなんで
投資銀行戻らなかったの？俺は個人的にそのワークライフバランスがもうね、いや5分内に返事しろっていうエクスペクテーションは、まあ、非人道的なそもそもコンサル辞めたのワークライフバランスの問題があったのでそれは違う道だね。あと根本的にまた分かったのがコンサル辞めた理由、まあ、ワークライフバランスだと思ってたんだけど、実は、まあ、クライアントサービスをあまりやりたくないっていうのが分かって、これはコンサルでも向いてなかった性格で、バンキングでも、まあ、引き続き向いてないなと思って長い年月をかけて気づいたわけだ。そう、俺なんかね、キャリアを消去法で探してるって感じで、それとでもまあ経験しないと分かんないからね。だから今はもうクライアントサービスをやれないっていう方向で、実業の方にね、実業の方で、頑張っていきましょう。でもまあ本当に勉強になったよ。働いて実際三大書評とか読んで、それをね、なんか学校で授業で読むっていう環境と、実際会社の売買でそのコンテキストで本当に理解しないといけないっていう環境で読むのと全く違うからさ、いや貴重な経験でした。じゃあコンサルに実際受かる人ってどんな感じな人なのかっていう内容は前の動画で、深掘りしてましたので、興味ある人はこのリンクでクリックしてみてください。あと今後もこんな感じでぶっちゃけオフレックトークをやっていくので、興味ある人はいいねとサブスクライブお願いします。お願いします。